皆さんこんにちは。指揮者の木村光太郎です。今回はクラシック初心者の方からいただいた質問にお答えしていきます。それでは最初の質問です。オーケストラというのは弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器の4つの部門からなる演奏の形態のことです。管弦楽とも言います。弦楽器といえばバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスのことです。バイオリンにはファースト、セカンドと呼ばれるパートがあります。ファーストとセカンドは役割が違って、ファーストバイオリンは主に旋律を演奏します。セカンドバイオリンは伴奏、そしてたまに旋律も演奏します。ビオラはバイオリンが少し大きくなったもので、実は天皇陛下も演奏されるんです。チェロはビオラよりもさらに大きく、もう顎に挟んで演奏することができないので、エンドピンというピンを床に立てて演奏します。コントラバスは吹奏楽やジャズなどでおなじみの大人の身長より大きい弦楽器で、ウッドベースとも言われます。バイオリン、チェロは17世紀ストラディバリという人が楽器のサイズ、規格を完成させました。彼は凄腕楽器製作者の人で、彼の楽器はできてから300年以上経つ今でも名器と言われます。高価なものはなんと1億円以上もします。ストラディバリウスといえば聞いたことがあるかもしれません。高嶋ちさ子さんなんかが所有している楽器でも有名です。木管楽器にはフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットがあります。フルートとクラリネットは皆さんもご存知だと思います。オーボエはクラリネットを少し大きくして吹く部分に、ストローのようなリードと言われる部分を挿して演奏します。そしてファゴットは U 字型に折れ曲がった管が一つになった形の楽器で、大きさはなんと1メートル30センチ以上もあります。ホルンは金管楽器と木管楽器の間の楽器と言われていて、ギネスブックに演奏が難しいと載る楽器です。金管楽器にはトランペット、トロンボーンがあります。モーツァルトはトランペットが嫌いで、彼のオーケストラの作品にはあまり登場しません。トロンボーンはキリスト教由来の天使の楽器と言われ、神秘的な場面で活躍することがあります。最後に打楽器とはオーケストラの心臓部になるリズムを司る楽器の人たちで、ティンパニー、大太鼓、小太鼓、シンバルなどがあります。ピアノもオーケストラの楽器と思われる方もいらっしゃいますが、実はですね、そうではありません。しかし意図的にピアノをオーケストラのパートとして使う作曲家もいらっしゃいます。結論から言うとイコールではありません。オーケストラというのは演奏形態のことで、クラシックというのは西洋の格式のある音楽のことを言います。一般的には同じような意味合いで使われることも多いと思います。オーケストラが演奏する演目はクラシックには限りません。アニメの曲などを演奏するオーケストラコンサートもありますよ。種類があります。一人はリサイタル、10名くらいからの規模を室内楽と言います。小さなサロンや小さなホールで演奏する形態から室内楽と由来します。それ以外は吹奏楽のコンサート、オーケストラのコンサートに分類されます。これは個人差かもしれません。コンサートホールに初めて行く方はその雰囲気に感動されるかもしれませんし、オーケストラのように大人数での迫力のある演奏に感動するかもしれません。たまたま知っている曲が流れると嬉しかったりしますね。これはですね、難しい質問ですが、純粋に生で聴くオーケストラの音はとても迫力があり、曲によってはその迫力に鳥肌が立つこともあります。またテレビに出るような有名な演奏家の演奏も楽しめると思います。実際のコンサートの会場では演奏者の衣装、表情、お客さんの表情、みんなどんな顔して聴いているのか、寝ている人を探してみましょう。会場によってはミニバーがあるところもありますので、グルメを楽しむのもおすすめです。いい音を楽しむなら後ろ寄りです。
演奏者の表情をよく見たい人は前寄り、少しハードルが上がりますが最前列もおすすめです。2階席などがある場合は演奏者からは離れますが全体と音が楽しめます。僕がオーケストラのコンサートに出かける場合はだいたい指揮者を見に行きますので、割と前方の左側を好んで座ります。リサイタルや室内楽は演奏者がコンサートの主催になることが多いので、演奏者がやりたい構成がほとんどですが、依頼元からプログラムを指定される場合もあります。オーケストラのコンサートになると、音楽監督、コンサートを指揮する指揮者、音楽事務所、オーケストラ事務所などが決めることになります。オーケストラ団員が決めたり、ファンからのリクエストで決まるなんていうことはほとんど聞いたことがありませんね。曲順についての決まり事は特にありませんが、慣習的に曲の分数が短いものから長いものに進んでいきます。例えばオーケストラは序曲、協奏曲、休憩、交響曲、アンコールという順をたどります。時間的には休憩を入れて約2時間ぐらいがベストのコンサートの長さと言われます。序曲とはオペラの良いところを抜粋した 4,5 分程度のメドレーみたいなもので、フランス料理に例えると前菜のようなもので、温かいや冷たい、辛いなどの種類があるように、今から何かを始まるなというような予感をさせてくれます。協奏曲とはオーケストラとピアノやバイオリンなどの名手をゲストとして呼んで、音楽性や超絶技巧を視覚的要素として楽しめます。魚のムニエルのような位置です。交響曲とはオーケストラという形態のために作られた曲で、3から4つの楽章から成り立ちます。長さ的には30分から40分くらいの長さです。交響曲という言葉だけでね、すごく難しい印象を受けますよね。でも簡単に言うとオーケストラ用の曲ということです。これはオーケストラのメインディッシュみたいなものになります。オーケストラは指揮者を入れて14名から成り立ちます。バイオリンが2人、ビオラが1人、チェロが1人、コントラバスが1人、フルートが1人、オーボエが1人、クラリネットが1人、ファゴットが1人、ホルンが1人、トランペットが1人、トロンボーンが1人、打楽器が1人、そして指揮者です。2016年、ドイツのフランクフルトでドイツやオーストリア、オランダのアマチュアの演奏グループや交響楽団のメンバーらがなんと総勢7548人で演奏してギネスブックに認定されています。すごいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。